こんにちは。イラストレーターのののまろです。今回はトレース台のレビューです。ライトボックスとも言います。A4 サイズ LED ライトパッドを紹介したいと思います。皆さんご存知かとは思いますが、トレース台はアナログで下書きをしたり、写真などを複写するときに使う発光する台のことです。台は光ることで紙を透過して複写しやすくなるツールです。自分は学生の頃パソコンで絵を描く前はトレース台を使ってイラスト描いたり漫画を描いたりしていました。その頃に使っていたものと比較してこちらのトレース台を紹介できたらなと思います。今回紹介するのは最近一般的になってきた光源が LED タイプのものです。私が学生の頃に使っていたものは光源に蛍光管を使っていました。なので長時間使用すると熱くなります。またフリッカーって呼ばれる光源の点滅によって目が疲れてしまうってこともありました。しかも非常にでかいです。さらに分厚いです。腕が疲れてしまったり出したりしまったりするのが億劫になってしまったりもしていました。今回紹介する LED タイプだとフリッカーがない光源なので目の疲れが軽減できます。あと厚さが 5.5 ミリしかないので腕や肩が疲れにくくなっています。蛍光管のものと違って光源の交換も必要ないので今後は LED のものが主流になっていくんじゃないかなと思います。自分が買ったものは当時1万円近くしたんですけれども、こんなに安いものもあるんですね。では早速開封していきます。梱包が丁寧なので安心できますね。付属品は USB ケーブル、あと鉛筆、クリップ、鉛筆削り、消しゴムが入ってました。本体を出してみます。日本語の取扱説明書です。そして本体です。めちゃくちゃ薄いですね。 LED だからこそのこの薄さなんですね。裏には滑り止めがついています。電源はコンセントではなく USB で少し前のスマートフォンで使われていたマイクロ B タイプです。モバイルバッテリーなどで出先でも使えますね。本体を見ていきましょう。こちら USB ケーブルを接続するだけで使えます。操作はタッチタイプの電源ボタンだけなので非常にシンプルです。こちらは無段階にじわじわと光量を調節できます。これも電源ボタンを長押しするだけです。発光が均一で明るいですね。四隅だけ暗いとかそういうことはありません。発光量はメモリータイプで前回の発光量を記憶して次に使う時には同じ光量で光ってくれます。発光部は耐摩耗性アクリルが使われていて傷がつきにくくなっています。発光部のサイドには 1mm 単位のスケールが印字されています。では早速このトレース台を使ってイラストを描きたいと思います。今回はこちらの創作キャラクターのベーシストなぎくんのイラストを色鉛筆を使って描きました。使用した道具はこちら。まずトレース台を斜めの角度にしたかったので普段 iPad を立てるために使っているノートパソコンスタンドを使いました。液晶タブレットを使う時も同じなのですが対象を手元で見ながら描く場合は傾斜がある方が疲れにくいし姿勢が悪くなりにくいのでおすすめです。画材はこちら。線画はコピックマルチライナーのセピア色 0.05mm、0.3mm、0.5mm の3本と黒いボールペンです。ちなみにこの写真はトレース台に載せて撮影しました。おしゃれに撮れたのではないかと思います。映えます。塗りはステッドラーのカラーとアクエレル水彩色鉛筆36色。今回は水を使わずにただ色鉛筆として使っています。紙はマルマンさんのスケッチブックの画用紙です。今回のメイキングは簡単に工程の説明をしながらトレース台の感想をお伝えしたいと思います。今回ラフからペン入れまでの工程でトレース台に大変助けていただきました。まず構図ラフでイメージを固めていきます。シャーペンシルを使ってます。次にラフをさらに詰める大ラフに入ります。トレース台を使って色鉛筆でデッサンを調節したりデザインを詰めたりしています。トレース台を使うとデジタルで絵を描くときに使うレイヤー機能のように上に何枚も紙を重ねて調節ができるので便利です。特に今回のように書き込みが多い絵を描くときはパーツごとに紙を分けて情報を整理できるのでおすすめです。今回はペン入れしやすいようにさらに丁寧な下書きをする詳細ラフを描きました。シャーペンシルを使ってます。トレース台の光量を調節すると下の紙の絵の透け具合が変わります。
光を強くすると下の絵が濃く見えてきて、弱くすると薄く見えます。このあたりもうまく使いこなせると細かいデザインを詰めやすくなったり、制作時間を短縮することができるようになるんじゃないかなと思います。ペン入れに入ります。今回詳細ラフで細かいところまで詰められたので、この工程では線の太さに集中できますね。外枠の部分を太く描きます。墨だまりも適宜つけていきます。ここまででトレース台の活躍は終わりです。ここからは塗りの工程です。まず色鉛筆を倒してムラなく塗った後に立体感を意識しながら塗り重ねていくことで濃さのグラデーションを作ります。この時にティッシュとか達筆を使ってこすると画用紙のテクスチャが塗りつぶされていってマットな質感になりクオリティが上がるのでおすすめです。その次にペンを立てて影やシワを塗っていきます。服とベルトの黒い部分はセピア色の線画が潰れてしまったので黒いボールペンでもう一度なぞりました。最後に墨だまりを追加したり線画を整えたりして完成です。制作時間はデザインを悩んでいた時間も含めて約5時間でした。こんなに長時間使っていたのに LED なので全然熱くなりません。ちなみにトレース台はイラストだけではなくて文字の清書や年賀状の複写、撮影などのためのライトやフィギュアの照明などアイデア次第でたくさんの使い方ができます。年賀状に透かしてみたらこのぐらいはっきりとしたの絵が見えます。他にも良い使い方などありましたらぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回登場したパソコンスタンドなども概要欄に載せておきますのでよろしければチェックしてみてください。以上トレース台 LED ライトパッドのレビューでした。このチャンネルではこのようにお絵描きツールの紹介動画を投稿していますのでよろしければチャンネル登録などよろしくお願いします。それではののまろでした。